琥珀へのフラグはあったかもしれないもう一つへの可能性へのフラグであったということでね、今回もコミカルライツ版汎用なし姫最新話34の章奥義の話していきたいかなと思うんですけども、いやー、相変わらず椎名先生すごいよっていうのも言い過ぎましてっていうのも言い過ぎて恐縮なんでございますけども、でもある程度ね、今回のその翡翠が死んでからの復活する話っていうのは、その想像できる部分もね、多い回なのかなと思っていたんですが、その想像していたものを超えてくると言いますか、それまでのちょっと考えをね、覆されてしまっては、もうそうとしかね、言いようがありませんよということで、とりあえず、そのね、何がすごかったなっていうところを粛々とね、話していきたいかなと思うんですが、まずはね、さっきも言っておりますけど、その翡翠さん関連、ところから言っていきますと、この翡翠に、駆け寄った琥珀さんのこの慌て具合と、その翡翠にかけたダメだ、行くんじゃないというこの言葉、ちょっとね、度肝抜かれてしまいました。よく考えたらね、これそうなんですよ。翡翠っていうのは、ただの弥勒サンゴの長男と言いますか、琥珀のね、甥っ子っていう、そういう役職だけのキャラクターなだけではなくてですね、前作犬夜叉から紡がれてきました、その、ある意味前作完結のね、証である存在だったりするんですよね。だからそのどれだけね、こいつがその大切な存在であるかなっていうのが分かってなさすぎたと言いますが、ちょっとね、その翡翠さんのことを甘く見すぎておりました。だけど前回のね、見た時はね、なんだよ、翡翠なんかい死ぬのはとか言っていたわけではあるんですが、今ではね、ほんとこのシーン、ここで倒れるのは翡翠でなければならなかったのではないのかなと思うぐらい、ちょっと考えが変わるような衝撃シーンのようにね、ちょっと受け止めさせていただきましたという感じでございます。続いて、そんなこんなでね、翡翠さんがいろいろあってね、死んでしまったわけなんですけども、本来はこれ翡翠ではなく琥珀が死ぬ運命だったんだよというお話。これもね、なるほど、そういう方なと。いう感じで、だからこれまであったと言いますが、僕もね、ずっと細々と話し続けておりました、琥珀死ぬ説。琥珀から発せられておりました死の気配、予兆っていうのは、その死ぬはずだった本来の琥珀へ向けての伏線。その本来来るべきはずだった未来を、殺生丸様がねじ曲げましたので、琥珀は生き残ったよということだそうです。でもその代わりにですね、リオンの体が破壊されて、翡翠が殺されているっていうわけなんですけども、リオンさんはね、そもそも死んでいると言いますか、死ぬこと自体が目的でありますし、そのキリン丸とのね、死んだ後に行われる、キリン丸とのね、対話もある程度必要だったのかなというところで、一旦良しとしまして、翡翠さんに関しては、その天聖ガーで生き返るっていうのが、予想したところではありましたけど、大きい理由であったそうです。これがその前の動画でもね、言った話ではあるんですけど、琥珀さんっていうのは前作で、奈落さんとかといろいろありまして、2回死んで2回生き返っております。で、天聖画っていうのは人を生き返らせることもできる、ある意味この神の御業とも言える武具ではあるんですが、一度救われたものには使えないというですね、縛りがありますので、この死んだことのある琥珀を死なせるわけにはいかなかったよっていうのが一応ここ理由にはなっていたんですけど、でもこれね、これもその前の動画で言ったところであるんですが、生き返るのが前提でね、あると命の価値の暴落と言いますか、なんだかなと思っていたところを、ここ覆してくれますのが、天聖画で生き返らせるには、その対象への慈悲の思いが必要であり、それが不足していると生き返らせることもできない可能性が、出てくるというこの解釈。そうですよね。そもそもここもね、天聖画で慈悲の心あって、なんかね、使えるよみたいなのがあったような気がしますので、その生き返らせる相手に対しても慈悲のこのありなしを求めていくのは、弱体化にはなっているかなとは思うんですけど、いい解釈かなと思いつつも、でもじゃあその前のね、犬夜叉の話ですけど、陶器人を作るときにご神器を生き返らせたのも、慈悲があったのかなとか、そもそも慈悲という言葉自体が不確定なもので、それも殺生丸様の慈悲となってきますと、僕自身が想像できる範疇でもないのかなとか、そもそもこんな設
定は本当はなくて、この後の展開へ後押しするための転生画っていうか、犬の大将の意思とかで使えなかっただけなのかなとか、いや、そもそもこの判断をするためには一旦転生画の設定自体を全て振り返っていかなきゃいけないですよねとかなってきますと、ちょっとね、またここの話長くなりますので、また転生画設定を考えるとしまして、一旦そんな感じでね、転生画では確実に生き返らせることができない。翡翠に対してはちょっと確定ではないよねっていう中で頑張ってくれましたのが、その娘とは刹那でございましたね。で、この二人による翡翠復活までの流れっていうのも、またこれ抜群に良くてですね、前回リオンが消える際に託した剣、残世剣と、それに宿っているリオンの念と、それを引き出すとはの能力に加え、見えぬものを見、切れぬものを切る力を持つ、刹那の、純粋にここね、姉妹の力を合わせているところはもちろんですね、その刹那に見えた翡翠から繋がる縁師の糸っていうのが、どんどん切れていくことで、死に向かっていますよっていうのを、疑似的にね、表現しているところも、なかなかかっこいいですし、ここのね、刹那と翡翠の、過去話からの刹那の叫びね、これもまたね、過去話を見る限り、ほとんどね、モロハさんの話とね、似たような感じだなっていうのは思ったんですけど、でもこの時のね、違いっていうのが、刹那さんがその夢の胡蝶の呪いを受けておりましたので、翡翠の心っていうのもうまく伝わってなかったんですが、その胡蝶の呪いが解けた状態で改めてこの時のことをね、思い返して、翡翠の気持ちに気づいた上でのね、言葉だったりするのかなとか思いましたら、やっぱりね、これね、なかなか漫画版アニメと違って、翡翠刹那のね、関係性を上げる話としてもですね、ここはいいイベントだったのかなと思いますし、そもそもこの流れになった根底のところは、摂政丸様が転生画に固執せずに、娘たち、仲間たちに頼った、その摂政丸の変化も関わっているのも、ここ、個人的に好きな展開でして、もうこれまたね、最近この話しかしないんだけど、摂政丸様ね、何度もループを経験したことで、自身の力だけでは守りきることもできない。覆すこともできないんだよ、この麒麟丸妖霊星の戦いはね。っていうことに気づきながらも、その大妖怪の教授ゆえにと言いますか、他者を頼らず自分の力だけで乗り越えようとしていたのが、どこまで言ってもですね、摂政丸っていう人物像ではあるんですけども、もうそのループができない、この世界が最後のチャンスであるということ。そして転生が父親の後押しと、もしかしたらここ1400年、100回以上摂政丸様をかばい続けてきた犬夜叉を見たことも摂政丸の変化に影響を与えていると考えましたら、やっぱいろいろとですね、アニメやシャ姫とも前作犬夜叉の時よりも変わった。まさにですね、椎名先生版摂政丸になっているなっていうのを、どう思っていくのかは個人差あると思うんですけども、僕はね、なかなか面白く見れたかなと思いますし、ここいらのことが含まれている、この翡翠の死からの復活シーンっていうところは、非常に見どころ満載だったかなと思います。という感じでね、いろいろとすでに、話をね、してきておりますが、最後はこのね、翡翠のところ以外で追加でちょこちょこっと気になったところをね、話していきますと、一つが、リオンさん復活のところですね。前回、明道丸の狙い通り体を破壊されたものの、すぐ麒麟丸の元で復活をね、しておりましたリオンさん。そもそもこれ手元に置いておくっていうのがですね、目的でしたので、復活自体はいいんですけども、問題はその復活姿でございますよ。実年齢はわかりませんが、死んでからも加えましたら、数百歳いっているでしょうし、そもそも妖怪ですし、合法なのかなと思いますが、見た目がなかなか幼いので、最初見た時もですね、リオンさんがやるには、ちょいとセンシティブな格好だなとかしか、ここね、思っていなかったんですけども、これが、そのリオンさんっていうのがやっぱ桔梗と同じ術で復活しておりますので、その復活した姿も、桔梗をね、真似した形になっているよということだそうです。なるほどって感じです。で、あとまたね、ここの麒麟丸リオンの会合でもですね、相変わらずその麒麟丸さんの親バカ具合と言いますか、娘のためならば世界がどうなろうと構わないっていうですね、強い意志を見せておりまして、これ自体はアニメでもあったんですけども、なんかそっちではね、娘のためと言いつつもズレをね、感じるとこがあったんですが、漫画時空ではですね、ちゃんと生き返らせるっていうとこ
に関してだけやっぱちゃんとね、一貫しているように見えますので、ここはね、なかなか好感が持てるかなと思いますし、やっぱそのね、娘のために世界を滅ぼすのも厭わないという心はかっこいいと思うよ。そして、最後はやっぱりですね、これ、殺生丸様がループしている原因。これがぬるっとね、判明しておりましたという話でございます。これが結局、キリン丸が起動させようとしております、時の風車。この存在自体が時空を歪ませており、殺生丸様はそれにね、巻き込まれていたよと。だから偶然ループをしているそうです。で、このループ理由がですね、ずっと謎になっていたと言いますか、僕が勝手にね、何かすごい理由があるのではとか期待していただけではあるんですけども、割とそれがすんなりと明かされておりましたので、なんかなとか、感じはあるというか、現状はそんな感じでね、偶然とされておりますが、もしかしたらですね、何かしら大きなる意志が絡んでいたらなとか思ったけど、でも、これね、アクルが言ってるので、アクルが言ってるのはそれが全てかなとか思いつつも、でももうちょいですね、具体的なループタイミングと言いますか、ここで殺生丸様ね、繰り返しているんだよぐらいはね、深掘りされていくかなというところで、今回は遺伝絵本増資汎用の茶姫34の章奥義の話でございました。